今回のエジプト旅はここが一番バスツアーしてたよね。アスワンからアブシンベル神殿までずっと移動だったもんね。暑いし遠いし、正直かなりハードでした。でもその分着いた先の景色はすんごかったよね。なので今回は説明少なめ、映像多めでしっかりお届けします。もう本物に言葉はいらないってやつやね。いや別にナレーション入れサボったわけじゃないですよ。というわけで、それではレッツゴー。今回は到着3日目、カイロからアスワンへの夜中のフライトからスタートです。そしてホテル出発は夜中の3時。バスの中で朝食です。サクッと食べて空港へ向かいます。エジプトの国内線はなかなか時間通りに飛ばないのが普通みたいで、実際他の日本人ツアーでも12時間遅れた便もあったそうです。結構覚悟してたんですが、僕らの飛行機はなんと時間通りに飛んでくれました。誰の日頃の行いが良かったのかはあえて議論しないことにします。約1時間のフライトを経てアスワンに到着。そしてアスワンハイダムへ。めっちゃ発電してそうだから隣のスーダンに電気売ってそうだねってユウが語ってました。スーダンだ。スーダン。そう、この先ね。アスワンハイダムは1960年から10年かけて建設された国家的プロジェクト。このダムによって毎年のように起きていたナイル川の氾濫を防ぎ、灌漑用水を安定して確保できるようになりました。さらに国の工業化を支えるための大規模な水力発電も可能になったのだそうです。ダムの上からは建設によって生まれた上流側のナセル湖と下流側のナイル川を一望できます。まさに圧巻の景色のはずなんですが、僕らを含めツアーの皆さんは早々にバスへ戻っていて、添乗員さんが皆さんまだ時間ありますけどとちょっと焦り気味でした。もちろん貴重なダムなのはわかるんですが、多分外が暑すぎたせいということにしておきます。この後はアブシンベルへ向けてひたすら移動です。ただただ砂漠の中を4時間ほど走っていきます。もう景色だけで喉カラカラです。途中中間点あたりの売店でトイレ休憩を挟んでまた移動。ちなみに今回の旅行中、チップが必要なトイレは2人で1ドルが相場でした。1人で行くとエジプトポンドのお釣りが来るそうなんですが、1人で行くことがなかったため、結局エジプトポンドは一度も見ることなく終わりました。その国の通貨を触れもせず終わるなんてちょっと意外でした。だらけね。やっとアブシンベルに到着して早速ランチです。カレーみたいなスパイス煮込みは食べやすくてあっさりめ。ドリンクは真っ赤なハイビスカスティー。疲労回復や代謝アップにも良いとされていて、程よい酸味でさっぱり。美味しいランチで移動の疲れも吹っ飛びました。ちょっとだけ。
ホテルはアブシンベルにある数少ないリゾートホテル、セティ・アブシンベル・レイクリゾートに泊まりました。ナセル湖沿いに立つ美しいホテルです。アブシンベルはホテルの数が少ないらしく、ツアーだと大体このホテルになるそうです。とはいえ、ホテルも景色も本当に綺麗で、エジプトで新婚旅行にアブシンベルを訪れる人が多いというのも納得。しばらく優雅な気分を味わいました。まあ、この後はまた砂まみれなんですけどね。お、広いね。これからアブシンベル神殿の音と光のショーに向かいます。時間は今ね7時35分、8時集合なのでね、一応なんですけどランタンをというわけで行ってみたいなと思います。夜はアブシンベル神殿の音と光のショーを見に行きました。ちなみに道中はかなり暗いらしく、ユウがランタンを持参したんですが、それが空港のセキュリティチェックで手榴弾と間違えられ、危うく別室送りになりかけました。ショーはツアー貸し切りだったので、全編日本語で見られたのはありがたかったです。太陽宇宙を崇高に表現することが私の願い。それ様、神聖なものがあなたの中に宿っているのです。あなたは天地、そしてただ内容は神話ベースで僕らにはちょっと難しめ。それに飽きたユウは iPhone で夜空の星を撮るのに夢中になっていました。おいおいと思ったんですが、自分も正直内容がよくわからなかったので、結局2人の感想は星が綺麗だったねでした。明日は朝日を見にまた早起きしてアブシンベル神殿へ向かいます。冬は日の出が遅めでそこはちょっと助かるなと思いつつ、それでも起床は朝の5時。疲れもだいぶ溜まってきたので、今夜もさっさと寝ることにします。朝の5時30分です。5時45分に集合なので、そろそろ向かいたいと思います。再び朝のアブシンベル神殿へ向かいます。神殿についてみると、昨日は暗くてよく見えなかった道も朝になるとこんな景色だったことが判明。そして目の前に現れる神殿のスケールに圧倒されます。しっかり朝日を見た後、いよいよ神殿の中へ。
中に入るとびっしりの壁画にびっくりです。アブシンベル神殿は約3300年前にラムセス2世が岩山を削って作らせたエジプト最大級の岩窟神殿。入り口に並ぶ4体の巨像はすべてラムセス2世。しかも左から若い順に並んでいるってちょっと自分好きすぎない？さらにこの神殿はアスワン・ハイダム建設によって人工湖ナセル湖に沈んでしまうことになり、現在の場所へ移設されたという驚きの歴史もあります。歴史のスケールも朝っぱらからかなり濃いめでした。1時にナイル川クルーズ船へチェックイン。まずは船でランチビュッフェです。とはいえ出港はまだ先で、船が動くのは明日から。午後はフリーで束の間の休息多めの日のはずだったんですが、イシス神殿ツアーのオプションを申し込んでいたので、結局休むはなく出かけてきます。せっかくここまで来たので、今回はちょっと欲張ります。イシス神殿は女神イシスを祀るナイルの真珠とも呼ばれる美しい神殿です。神殿へは小型ボートで向かいます。建てられたのは紀元前4世紀頃のプトレマイオス朝時代。こちらもアスワン・ハイダム建設による水没を避けるため現在の島へ移設されたそうです。頭ぶつけた撫でてくれた。レリーフや列柱がとても美しく、保存状態の良い建築群は見応えたっぷりでした。
そして神殿の後は補船に乗って一休み。ゆったり気分を味わいつつ、一緒に歌って踊ったり、舵取り体験をさせてもらったり。なぜか船頭さんが優に舵を任せたまま前方へ行ってしまい、まさかのここから優船長の出番です。誰か変わるって。はい。託された。ちょっと重い。こっち。こっち。こっち。お、うまいうまい。なんか仕事ができる。おー。ナイスランディングです。素晴らしい。そう、すごい綺麗。よかったよ、大成功。皆さんお待ちしてます。来年もみんなによろしく言っとくから。エジプト5日目の朝です。出港前に少し観光へ。まずは未完のオベリスクです。そんなに。持ってみて。不審者さん。ばっくりひび割れてるね。ね見事に。作りかけのまま横たわるオベリスクにはどこか生々しさがありました。しかもこうした巨大な石をナイル川の氾濫を利用して運んでいたそうで、その知恵にも驚かされます。その後はツアーあるあるで放水店へ。
こするとやっぱ香りがすごいですね。鼻が詰まって香りが全然わからないレタスの香りがとても気になったんですが、嗅がせてもらうと買わないといけないような空気感だったので、気になったままで終わりました。お疲れ様でしおた。疲れ様でした。いやもう移動ばっかだったもんね。飛行機乗ってバスずっと乗って、でこれからやっとナイル川クルーズ始まるもんね。てかさ、料理が似たのばっかりでオイリー確かに正直ずっと同じ味。悪くないんだけどさ、大好きなカレーも3日続くと飽きるってのと同じ感じしない的確。あ、でもさ、明日朝食で和食出るっつってたね。あ、それにめっちゃ期待してる果たしてどんな和食が出てくるのやら。エジプシャン和食じゃないよねそれ斬新。というわけで次はナイル川クルーズスタートです。はい。いやもうそろそろいい加減出航してほしいよね。というわけで今回の旅はこの辺で、また次の旅でお会いしましょう。またねー。